もしあの日、地球にあの巨大な隕石が落ちてこなかったら、今頃、この星の主役は、私たち人間ではなかったかもしれません。今から遠い遠い昔、この地球は想像を超える巨大な生き物たちが支配する世界でした。そう、恐竜です。彼らはいつ、どこから現れたのか、どうしてあんなに大きくなれたのか、そしてなぜ突然姿を消してしまったのか。今日はあなたと一緒にその壮大な物語を始まりから旅していきます。シートベルトはいりません。必要なのはほんの少しの好奇心だけ。それでは2億5000万年前の世界へご案内しましょう。まず素朴な疑問から、恐竜って一体何者なんでしょう。実はこれ、ただ大きい爬虫類という意味ではないんです。恐竜の最大の特徴は足のつき方にあります。ワニやトカゲは足が体の横から生えていて、地面を這うように歩きますよね。でも恐竜は足が体の真下にまっすぐ伸びているんです。この真下に伸びた足のおかげで、恐竜は体をしっかり支え、速く走り、そしてとてつもなく大きく成長することができました。この一点が彼らを地球の王者へと押し上げていくことになります。恐竜が生きていた時代を専門的には中生代と呼びます。今からおよそ2億5200万年前から6600万年前まで、ざっと1億8600万年もの間、恐竜はこの星に君臨し続けました。そしてこの長い時代は大きく3つに分かれています。三畳紀、ジュラ紀、白亜紀。さあ、まずは最初の時代へ。時代は遡って約2億5000万年前。三畳紀の幕開けです。でも、いきなり驚くことをお伝えしなければなりません。この時代が始まる直前、地球は史上最悪の危機を経験していました。史上最大の大量絶滅、海の生き物のおよそ9割が姿を消したと言われています。生命はほとんどリセットされてしまったんですね。恐竜はその荒れ果てた世界から静かにスタートを切ったのです。そして当時、地球の陸地はバラバラではありませんでした。すべての大陸が一つにくっついた超巨大な大陸、パンゲア。想像してみてください。海を渡らなくても歩いてどこへでも行けるたった一つの大陸です。ただし、その内陸は過酷でした。海から遠く離れ、雨もほとんど届かない。広がるのはどこまでも続く灼熱の砂漠です。生き物にとっては決して優しくない世界でした。この頃の恐竜はまだ体も小さく目立たない存在でした。エオラプトルやコエロフィシスといったすばしっこい小型の恐竜たち。実はこの時代、本当の主役は恐竜ではなく、ワニに近い仲間たちだったんです。恐竜はいわば下積み時代を過ごしていました。けれど、その下積みは長くは続きません。時代の扉が次の舞台へと開いていきます。約2億年前、ジュラ紀に入ると世界は一変します。あの乾いた大陸にたっぷりの緑が蘇るんです。シダの森が広がり、背の高い針葉樹が空へ伸びる。豊かな食べ物が恐竜たちの体をどんどん大きくしていきました。その象徴が首の長い巨大な草食恐竜たち。
ブラキオサウルスやディプロドクス。全長は20メートルを超え、頭を高く上げればビルの何階分にもなりました。地面を歩けば大地が揺れたことでしょう。これほど大きくなったのには理由があります。体が大きければ天敵に襲われにくい。高い木の葉も独り占めできる。大きいことはそれだけで強さだったんですね。彼らは群れをなして緑の大地をゆったりと歩いていました。もちろん平和なだけの世界ではありません。巨大な草食恐竜がいればそれを狙う者も現れます。ジュラ紀を代表する肉食恐竜アロサウルス。鋭い歯と強靭な足を持つ当時のトップハンターです。追う者と追われる者。命がけのドラマが毎日繰り広げられていました。背中に大きな板を並べたステゴサウルスもこの時代の住人です。あの板は体温を調節したり仲間にアピールしたりするのに使われたと考えられています。恐竜たちはそれぞれに個性的な体を進化させていったんですね。そしてジュラ紀の空にある特別な生き物が現れます。始祖鳥。羽毛を持ち翼を広げたその姿はまるで鳥。でも口には歯があり尻尾には骨がある。恐竜と鳥のちょうど中間のような存在でした。この小さな生き物が後にとても大切な意味を持つことになります。豊かで力強くドラマに満ちたジュラ紀。しかし恐竜たちの物語は次の時代でいよいよ頂点を迎えます。約1億4500万年前から始まる白亜紀。恐竜たちが最も多様に最も栄えた時代です。この頃一つに見えた大陸パンゲアは少しずつ分裂し、今の世界地図に近づいていきます。バラバラになった土地ごとに個性豊かな恐竜たちが進化していきました。そしてこの時代にある革命が起きます。花です。色とりどりの花を咲かせる植物が初めて地球に広がったんです。それまで緑一色だった世界に赤や黄色が灯り始める。虫が花に集まり、生き物のつながりもより豊かになっていきました。さあいよいよあの有名な王者の登場です。ティラノサウルスレックス。全長13メートル、体重は6トンを超える史上最強クラスの肉食恐竜。バナナほどの大きさの歯で骨ごと獲物を噛み砕いたと言われています。その姿を見た生き物たちはただ逃げるしかなかったでしょう。その王者に立ち向かえる者もいました。トリケラトプス。顔には3本の巨大な角、頭の後ろには大きなフリル。がっしりとした体でティラノサウルスとも渡り合ったと考えられています。最強の捕食者と鉄壁の防御。両者の対決は白亜紀を象徴する名場面です。他にも鎧のような体を持つアンキロサウルス、群れで狩りをする賢いベロキラプトル、空には翼竜が舞い、海には巨大な海生爬虫類が泳ぐ。陸も空も海もまさに恐竜たちの黄金時代でした。地球は恐竜たちのもの、そう言い切れるほどの圧倒的な繁栄。この時代がずっと続くように誰もが思ったことでしょう。恐竜たち自身もきっと。けれどその繁栄はある一日を境に終わりを迎えることになります。今から約6600万年前、その日、空に一点の光が現れました。それは
みるみるうちに大きくなっていきます。直径 10km を超える巨大な小惑星。地球めがけて猛スピードで落ちてきたのです。衝突。今のメキシコユカタン半島のあたりに、それは激突しました。放たれたエネルギーは、想像を絶するもの。巨大な津波が押し寄せ、大地は揺れ、空は焼けました。けれど、本当に恐ろしかったのは、その後でした。舞い上がった大量の塵が空を覆い尽くし、太陽の光を遮ってしまったんです。世界は暗く寒くなりました。光を失った植物は枯れ、それを食べる恐竜も、その恐竜を食べる恐竜も食物連鎖が根元から崩れていったのです。こうして1億8000万年以上にわたって地球に君臨した恐竜たちはその姿を消しました。あれほど栄えた王者たちがいなくなってしまったんです。中生代は静かに幕を閉じました。地球の長い歴史の中でもこれほど劇的な終わりはそう多くありません。でもこの物語にはまだ続きがあるんです。実はすべての恐竜が絶滅したわけではありませんでした。あの絶滅をわずかに生き延びた恐竜がいたんです。それが小さな羽毛を持つ恐竜たち。覚えていますか？ジュラ紀の空に現れた始祖鳥のことを。彼らの子孫は長い時間をかけて姿を変え、やがて空へと羽ばたいていきました。そう。今、私たちの周りを飛んでいる鳥は恐竜の直系の子孫なんです。スズメも、鳩も、鶏もみんな恐竜の生き残り。恐竜は完全にはいなくなっていない。今もこの空を飛び続けているんです。次に窓の外で鳥を見かけたら少しだけ思い出してみてください。あの子たちは2億年の物語を生き延びた小さな恐竜なのだと。今日は長い旅にお付き合いいただきありがとうございました。